皆様、こんにちは。ミニマリストリーです。はじめましての方、はじめまして。いつも見てくださっている方、今日もご視聴ありがとうございます。今日も音声によるラジオ形式でお届けいたします。チャンネル登録していただいたり、コメントをいただけたら嬉しいです。今日は50代で見直してよかった6つのことということで、住まい方や仕事、家事、やらないこと、買い方、健康について50代を楽に過ごすための変わってよかったこと、やめて楽になったことのお話をいろいろしていきたいと思います。1、住まい方。まずは住まい方についてです。40代までは私は物が多い生活をしていました。収納に入りきらないものがいつも床の上に置いてあって、とりあえず段ボールに入れて積み上げている感じでした。それぞれの部屋とか廊下に閉まらなくて開いたままの段ボールが床に置いてあって、足にぶつかってすんなり歩けないくらいの状態だったんですね。忙しくて掃除する時間がなくて、家が散らかっていても、散らかっていて死ぬ人はいないっていう言葉を座右の銘にして、それで良しとしていたんですね。でも50代に入ってから、これって快適じゃないし、変えていかないといけないんじゃないかなって思い始めたんですね。ちょうどその頃、ミニマリストっていう言葉が流行りだして、不要な持ち物を減らして必要最小限のものだけで暮らすっていう人がいるんだと知り始めて、やってみようかなと思い始めたんですね。あとその頃くらいから YouTube でいろんな人の動画を見始めて、家を DIY で作り変えて自分に合った収納を作ったり、ちょっとした修理をしたりとか、プロに頼んだり、お金をかけなくても自分で何とかできるっていうことを知っていったんですね。で、私もせっかく縁あって住んでいる家なのに、散らかって汚れて汚い状態で、ここが嫌、ここが使いにくいって不満を持ちながらずっと住んでいたら罰が当たると思い始めたんですね。自分が変わって動き出せば整頓されて綺麗な状態になるし、好きじゃない部分があれば DIY とまではいかなくても使いやすいようにちょっと作り変えたり置き換えて工夫して住みやすいようにできると思って、ちょっとやってみようと思ったんですね。そこでまず始めたのが、とにかく不要なもの、使っていないものを捨てまくるということでした。捨て活ですね。現在進行形で今使っているものとめったに使わないものが一緒に収納されていて、出しにくい、しまいにくい、しまう場所がいつもぎゅうぎゅうっていうのが一番のストレスだったんですね。でも昔から物持ちが良くて、ついいつか使うかもと思ってしまって捨てるっていうことをしてこなかった自分にとっては、最初はとっても大変でした。間違って必要なものを捨ててしまわないか、捨てた次の日に急に必要になって後悔しないかとビクビクしながらでした。あとはもったいないっていう気持ちが強くて、例えば10年以上着ていない服でも、これを買った時は万円だったのにとか思い始めてしまうと、ついまたクローゼットに戻したりしていたんですね。でもその服をよく見てみたら、ハンガーにずっとかけてあったので、肩の部分にはホコリが溜まってはたいても取れないし、ほんのりカビ臭かったんです。実際に着てみたら、素材が硬くて着にくいし、ちょっときついし、カビ臭いし、着ていて快適じゃないなと思って手放すことができたんですね。そんな感じで断腸の思いでいろいろ手放していったら、収納がすごくすっきりしてとっても気分が良かったんですね。収納に風が通るというか、すっきりして心の風通しも良くなったような気がしたんですね。あとは床やテーブルやサイドボードとか調理台とか、いろんな平面の上に置きっぱなしのものがあったんですが、それをなるべく置かないようにしました。例えば置物であったりとか、ちょい置きしたカバンとか、買ってきたもの、小物、鍵とか本とか
DM とか細かいものです。物が少なくなると掃除もしやすくなって、ほこりがあってもさっと拭けるようになって、これが地味に気分爽快でした。そもそもはロボット掃除機を使うために床にあるものをゼロにしたいと思って始めたんですが、床に何も置かないというのは快適な暮らしの基本になると思っています。ロボット掃除機を買おうとした時、旦那さんはロボット掃除機を使う前にいろいろ物をどかさないといけないから面倒だし、ロボット掃除機はいらないと長年言っていたんですが、そもそも床にいろいろ置いてある時点でそれってダメじゃんと思って、床置きゼロ運動を強行してよかったと思っています。不要なものを手放して家に感謝してきれいに使う、これを50代で気づいて実行できてよかったと思います。2、仕事。40代まではとにかく隙間なく仕事をすることがいいことだと思っていました。ハイテク業界でずっと仕事をしてきて、朝10時の始業時間から毎日のように夜12時、1時まで残業することも普通でした。会社全体がそういう感じだったので、それが当たり前だったんですね。そして退職してからは在宅でフリーランスでコンピューター関係の翻訳の仕事をしてきましたが、これもスケジュールに空きが出ないようにびっしりと仕事を詰め込んでいました。隙間時間も無駄なく活用したくて、仕事の合間に5分空いたらこれをやる、10分空いたらこれをやるというような隙間時間活用リストも作っておいて、とにかく空き時間がないように仕事をしてきました。でもそれって当然ながら疲れますよね。老眼のせいで目もだんだん見えにくくなって、パソコンの画面をずっと見ているのが辛くなりました。度もどんどん進んで、メガネもちょいちょい作り変えている状況にちょっと怖くなって、このままではいけないなと思い始めました。その反面、仕事が途切れた時のストレスもものすごくありました。このままずっと仕事を依頼されなかったらどうしようと極端な心配をして眠れなくなったりすることもありました。でもこの感じでいつまで続けるのというのはいつも考えていました。どう考えても70歳、80歳まではこの仕事は続けられないし、生涯現役を目指していたとしても、いつかはスローダウンしていかなければいけないですよね。無理はしないで自分の心地よいペースで仕事をしていかないと疲れてしまうと思ったんです。若い時はがむしゃらに仕事をして仕事に没頭するのはいいと思います。でも50代になってから仕事をセーブして自分のための時間、家や家族のための時間をもっと取っていきたいなというふうに考え方が変わりました。そして隙間時間活用リストを使うのはやめました。隙間時間は隙間時間としてコーヒーをゆっくり飲んだり、ちょっと横になったり、きちんと休息するということを今はするようにしています。ライフワークバランスって難しいと思います。どうするのがベストなのかは自分でもまだ分かりませんが、自分が快適なペースっていうのがあるんだと思います。自分の心の声をよく聞いてあげて、自分が心地よい働き方というのを続けていきたいと思っています。3、家事。物を捨て始めて家の散らかりや汚れが気になり始めた当初は、全てをきちんとしたくて、家を完璧にすっきりさせたくて、でもやっぱり思い通りに片付けや整理整頓ができなくて空回りしていた頃もありました。時間がなかったり、仕事があったり、他にやることがあったり、理由はいろいろなんですが、完璧主義がゆえにちょっとでも汚れた場所があると、もう自分ってダメだ、捨て活とかミニマリストは自分には無理と落ち込んで、やる気がゼロになってしまったりすることもありました。でも生活していれば汚れは出るし散らかります。そう思って完璧主義に陥ると辛いので考え方を変えました。例えば他の場所はどうであれ、
玄関だけはきれいにしておくとか、キッチンとかリビングとかの共有の部分だけはきれいにしておくとか、机やテーブルの上だけは何も置かないっていうマイルールを決めて、そこだけはきれいにして、あとはゆるい感じでやっていけばいいと思います。自分が決めた場所だけはきれいにしておいて、これでよしとして自分によくできましたという評価をしてあげる。それが大切だと思います。自分に厳しい評価をしない、自分を甘やかしていい評価をあげるというのが心の安定につながるし、大事なことなんじゃないかなと思っています。4、やらないことを決める。とにかく今までずっと多趣味でした。ギターやピアノなんかの楽器も好きだし、編み物もしたいし、裁縫もしたいし、陶芸もしたいし、アクセサリーやドライフラワーアートも作りたいし、スワッグも作りたいし、リースも作りたいという感じで、趣味のためのツールや材料で家が溢れている状態でした。でも1日24時間しかないし、全部をやっている時間がないんですよね。ツールや材料を買って満足してしまうということもあります。1回だけ作ってあとは放置しているものもたくさんありました。やってみなければ好きかどうかわからないということもあるので、トライしてみることはいいことだと思いますが、一度きり使っただけでずっと続けていない道具は思い切って手放しました。例えば編み物は好きですが、多分今後数年はやらないと思います。再開したくなったら編み棒や毛糸は改めて買えばいいと思い手放しました。また陶芸も大好きなんですけど、作るたびに作品が増えていって、家の中の置き場所をどんどん占領していくんですね。ミニマリストを目指している立場としては負担になり始めていました。で、陶芸の教室に行く時間も負担になり始めていて、陶芸も一旦お休みしています。やることリストのアイテムがいっぱい溢れていて、やらなくちゃいけないのにできていない、それだけでストレスになっているんなら、やらないことを決めないといけないなと思い始めたんですね。もちろん大好きで寝食を忘れて没頭してしまうようなことはやめる必要はないと思います。でも微妙なもの、例えばそんなに楽しくないけど義理で続けている何かとかは思い切ってやめてみることをお勧めします。これは趣味だけではなくて、仕事とか家事とか人付き合いとか日常のすべてのことに言えると思います。ここまではやる、ここからはやらないって自分なりに線引きをしておけば、罪悪感を感じることなく、これはやらないって決めていることだからって思えるので、気持ち的に楽ですね。捨て活の考え方と同様に、必須でないこと、今やっていないことやものは手放すという考え方でいけばいいと思います。これもやらなくちゃ、あれもやらなくちゃと頭の中にあるだけで負担になってきますよね。そしてどれにも集中できないでストレスだけ増えていくっていう状況になったりします。やらなくちゃいけないことって毎日たくさんあると思います。私はあまりにも多くのことをやらないといけない状況になった時は、本当に大事なことだけに絞って書き出して、それをいつも見えるところに貼っておきます。今月はこれに集中する、それ以外はやらない、次の月はこれに集中するという感じで書き出すようにしています。頭の中にあることを紙に書き出すと、考えが整理されて気持ちが落ち着くのでおすすめです。やることは自分が手に負える数まで減らす。例えば3個とか5個に絞って他のことはやらないと気持ちを整理すれば、やるべきことと直近にはやらなくていいことが見えてきます。5、買い方。40代まではバブル期の感覚が尾を引いていて、置く場所を考えずに気になるものは即買っていました。買わないと売り切れてしまう、買いたい時にはもう売っていない、それが心配で、物との出会いは運命、欲しいものを見つけたら
買うしかないとすぐに財布を開いていました。その結果、不要な靴、カバン、洋服とか家には物が溢れていて、でももったいなくて手放せない状態が続きました。50代に入って捨て活を始めてからは、買い物にとっても慎重になりました。物を買うときはまず置き場所のことを考えます。壊れたものを新しいものに買い替える場合はいいんですが、新しい何かを買うときには必ず置き場所のことを考えます。同じようなものを持っていないかどうか、気分転換だけのために買おうとしていないかとか、自分なりにチェックをします。ウィンドウショッピングをすることはほとんどなくなったんですが、そういう感じでチェックをすると、最近本当に店で買いたいものっていうのがほとんどないですね。必要なものはネットで買うことがほとんどですし、配達してくれたり、一番安い店を探すこともできて便利です。買い物に行くのはスーパーがメインになりましたが、スーパーでも以前は安売りしていれば在庫を多めに買っていたので、家の棚が溢れて床にまで置いていました。珍しい食材やスパイスがあれば興味津々で買って、でも結局うまく使えなくて賞味期限が切れて捨ててしまうこともよくありました。それは結局はお金の無駄遣いで、しかも食材とか買ったものに対して申し訳ないなと思い始めて、捨てる時には罪悪感を感じていました。今はそういう買い方をせずに、必要なものを必要な数だけ買うようにしています。今の家の中の快適なものの量を超えないように買うというのが基本的な方針です。6、健康。40代までは子育てと仕事が忙しかったせいもあり、自分の健康について気をつけるということがほとんどなかったと思います。食べるものも外出すればファーストフード、うちでも忙しい時はデリバリーに頼ったり、残り物の処理とばかりに子供が残したものを食べたり、健康に気をつけた食事をしていた記憶がありません。でも50代に入ってからは食に関するいろいろな本を読んだり、野菜多めの食事にしてみたり、体にいいものを取り入れたり、食に関してすごく気を使うようになりました。パンも自宅で焼くようになって、バランスのいい料理を作るようになって、家で作る料理についても以前より健康に気をつけたものを作るようになりました。家族の好き嫌いとかもあるので、あまり完璧にはできないのが辛いところですが、なんとか全体のバランスをとって、なるべく健康的な料理をするようにしています。運動についても同じような感じで、40代は特に意識して何かをしている感じではなかったですね。子育てだけで十分な運動になっていると自分に言い聞かせて、ジムに行ったりウォーキングやジョギングをすることもなく、仕事の時は座りっぱなしという、今思うととっても不健康な毎日だったと思います。50代に入って初めてのぎっくり腰を体験したり、体の節々がなんかギシギシしてきた感じもしてきて、これは良くないと思って定期的にウォーキングをしています。忙しくて時間がなかったり、歩こうとしたら雨が降ってきたりで、なかなか思い通りにウォーキングをするのは難しいですが、健康が一番大事ということを最近実感しているので、ウォーキングは欠かせない習慣にしています。健康を損ねてしまったら一番困るし、逆に健康でさえいれば何とかやっていけると本当に最近思います。これから60代、70代になった時に、50代にこれをやってれば、もっと健康に気を使っていればと後悔することのないように、これからも健康を最優先で暮らしていこうと思っております。いかがでしたでしょうか。以上、50代で見直してよかった6つのことのお話でした。楽しんでいただけたら嬉しいです。こちらの番組では、捨て活やミニマリストに関する情報を中心に、家をすっきりさせて快適に暮らすための情報を皆様にお届けしております。ぜひチャンネル登録をしていただいたり、
いいねボタンを押していただくと本当に本当に嬉しいです。コメントも大歓迎です。一言でもいいのでお気軽に書いていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。